韓国人の僕、初めて東京の電車に乗りました。そして衝撃を受けました。この国は何かおかしいと思いました。数百人が乗っているのに誰も話さない。3分遅れただけで謝罪する。しかも電車に階級制度まである。それぐらい普通なのではと思ってませんか？あなたの想像とは全く違います。今回は日本の電車は衝撃的だと思った7つの理由を紹介します。明日の通勤電車が少し違って見えるかもしれません。まず一つ目、極限の静かさです。ソウルの地下鉄では友達同士が普通に話していますし、動画の音が少し聞こえてくることもあります。電話をしている人も珍しくはありません。ところが東京は違いました。朝8時台、数百人がぎゅうぎゅう詰めなのに、聞こえるのは電車の走行音と時々の咳払いだけ。私は初めて乗った時、事故でもあったの？みんな怒ってるの？と本気で不安になりました。しかも車内放送では、携帯電話はモードで設定してくださいと繰り返されます。韓国人からすると、そこまで停電するの？という感覚です。でも住んでみてわかりました。日本人は自分が快適かどうかより、周りに迷惑をかけないことを優先する人が本当に多いんでしょうね。韓国人の私には最初カルチャーショックでしたが、今ではこの静けさこそ日本社会の特徴を表す風景だと思っています。二つ目は自覚表が正確すぎるってことです。世界的に見ればですよ、韓国の地下鉄結構いい感じ、いい線いってると思います。でもね、日本の自覚表正確性はもう曇りの上とかですよね。例えば時刻表に9時12分発で書いてあったら、本当に9時12分に動画が始まります。9時13分ではありません。9時12分ですね。僕は最初、1分から2分ぐらいはずれるだろうと思ってました。しかし、何度もって大体は同じ。それを信じちゃっても大丈夫。さらに驚くのはですね、たった数分遅れるだけで車載放送が流れることですね。多分、遅延証明書までありますよね。韓国人からすると、3分ぐらい誤差じゃないのっていう感覚です。しかも日本人は乗り換えを1分単位で計算してますよね。新宿駅で山手線から中央線へ、東京駅で新幹線へとか、まるで F1 の作業ですよね。ここまで正確だからこそ数千万円が毎日東京で通勤通学できるかもしれないですね。だから鉄道が社会を支えてるんですよね。3番目、電車なのにランク制度があるってことです。韓国で同じ路線ならどの電車に乗っても大きな違いはありません。ところが日本違いますよね。各駅電車、準運休、急行、快速、快特、通勤特急、快速空港を初めて見たとき、僕はこれ全部同じ路線なんですかと思いました。しかも厄介なのか、同じホームから出発するのに停車駅が全然違うことです。同じ方向へ走るのに片方は全部止まり、もう片方は主要駅だけ止まるみたいな。韓国人観光客が新宿駅や池袋駅で迷子になる理由の一部はこれでした。さらに日本には成田空港へ向かう成田エクスプレス、京成スカイライナーとか、小田急ローマスカーとか名前までついた特別な列車ありますよね。最初見たときゲームの上級者向けルールに見えましたか？これ理解した瞬間、こんな同じ路線で早く行ったり遅く行ったり、そういったものを最初考えた人すごいなというふうに思いました。4番目ですね。鉄道会社が大盛況してるってことです。韓国人が新宿駅で大混乱するんですけれども、これなぜならですね、日本の鉄道は会社めちゃめちゃあるんですよ。韓国の首都圏電鉄は、路線がたくさんあっても、ソウルで全部合わせても多分15ぐらいですかね。ですし、基本は統一的なシステム、その15路線全部ほぼ同じような形、考え方、見方、その乗り換えと言っても過言ではないかもしれないです。ところが、東京やばいですよね。JR 東京メトロ、都営地下鉄、小田急、京葉、東急、西武、東武、京成、京急とか、韓国人からするとこれ何なの？ 10 社以上、なんでこんな10社以上が人全部で何十種類あるのって
思っちゃうんですね。だから皆さん、路線図とか見ると、この JR だけの路線図あるじゃないですか。韓国人から知ったら、JR の路線図って何？その他もあるってことって思っちゃうんですよね。しかも、これ、例えば新宿だけでも、いくつかの会社あるじゃないですか。そういうのも、改札を出て、外に出て、30分ぐらい歩いてしまう場合もあるんですよね。これちょっと難しく感じちゃうんです。だから、韓国人旅行者の間では、新宿は駅じゃなくて、カオスな迷宮だという人もいます。5番目はですね、鉄道大国なのにホームドアがないのって話。これ意外なんですね。実はソウルでは地下鉄駅にほぼホームドアが設置されています。だからそれだけ見ると、これが普通なのかなって思っちゃうんですね。ところが東京に来ると、地方とかに行っても驚くんですね。ホームの目の前に路線がそのまま見えている駅が意外と多いんです。もちろんスクリーンドアある駅もあると思うんですよ。でも、そうではない駅の方が多分多いと思うんですよね。特に古い JR の駅、なんか100年とかになった駅見ると、こういうところで大丈夫だったりとか、なんかホームドアないのに人いっぱいいるところですと、前方へからなんかジェーン方向から押してくるじゃないですか。だから、これ落とされるんじゃないのって怖く思ってしまうんですよね。多分理由ありますよね。日本にも日本の理由がありますよね。日本は鉄道の会社が多くて、車両の長さやドアの位置もバラバラ。そのため、ホームドア工事が想像以上に難しいというふうな話を聞きました。韓国の場合ですと、ほぼ国営企業が、同じシステム、同じ骨格の中で一気に進めたから、ホームドアが設置しやすかったっていうことがありますね。だからこの状況を知ってるか知ってないかで、見えてくることも変わると思います。6番目はですね、同じ距離なのに料金が全然違うということです。韓国の地下鉄は比較的シンプルで、基本料金を中心に距離が少しずつ増えていく仕組みです。そのため利用者は200円くらいという感覚があります。ところが日本違いますよね。同じ距離を移動するだけなのに、乗る会社によって料金が2倍になったりすることありますよね。で、電車に乗って、500円近く払うのって、日本の方には普通なんだと思うんですけれども、韓国の方がこれ最初見ると2倍ぐらいになるのってことを思っちゃうんですね。さらに面白いのがですね、グリーン車ですね。初めて見た時に、電車なのに課金アイテムあるんだと思ったんですね。座席が広くなって静かになり快適になる。逆に韓国人がですね、日本で生活して初めて気づくのは、韓国の安い運賃の裏側には税金による支援があるということです。日本は民営が手をそうしながらサービスを磨いていく。その分を顧客からお金を取る。韓国の場合ですと、それを税金の方で賄えて、残りの部分を顧客から取るという話ですよね。7番目はですね、全国で電車の個性が違いすぎるということです。これね、僕が一番驚いたところです。日本の方、電車好きすぎませんか？韓国では電車、基本的に移動するための乗り物です。全国的には比較的に統一感があります。ところが日本違いますよね。東京だけでも山手線は緑、中央線はオレンジ、しかも駅ごとに発車メロディ違いますよね。さらに地方へ行くと衝撃加速します。九州にはホテルのような観光列車があって、東北には大自然を楽しむような特急があったり、アニメ、列車とか地方限定の車両まで普通に登場するんですよね。つまり日本では電車は単なる移動手段ではなくて、地域の顔であり、観光資源であり、時には誇りでもあるようです。韓国人の僕からすると、日本人は電車文化そのものをもしかしたら楽しんでいるのではないかというふうに見えてきます。今回ですね、韓国人の僕が驚いたのは、実は電車そのものではありません。電車に対する社会の考え方ですね。韓国の場合ですと、電車はみんなの税金で支え合う、公共インフラを分け合うという感覚が強いんだなというふうに思います。一方、日本は地域や利用者の好みに合わせて進化し続ける生活インフラの一部ですよね。だから同じ電車と言っても静けさ、正確さ、サービス、料金とか構成も全て違いが出ると思います。だから韓国人にとって日本の電車はただの交通手段ではなく巨大なカルチャーショックなんです。今日の話は以上です。次の動画もぜひ見てください。以上、パクでした。アニョ。